この写真と写真集があったじゃないですか。はい、これ見てたらやっぱ若いのはいいなと思いますよ。もうで日本人はやっぱり元気で長生きだけではいかんと思うんですよ。長生きで美しく長生きだから。それをみんな女性に取られたらあかん、と私は思うんですね。でまあ武井さん今度映画もやっておられるし、いろいろことをやっておられるから、これからますます上り流になっていくときに気ぃつけなあかん。上りっぱなしが一番ええけど、そうもいかん時がありますから、上り流止まったり登ったりせないかんのですけども、まあ武井さん若いからずっと当面は上り流だな、ずっと。その中でやっぱり我々も応援団としては応援したいと思ってます。ありがとうございます。やっぱり男性も美しく年を取らないといけないっていうことですよね。女性はそういう人多いけど、男はなんか確かにおっさんでいいやとか思ったりもしますもんね。美しいおっさんになりたいなと思います、安藤さんみたいな。だからそういう面でこれから武さんは映画だけじゃなしにいろいろ音楽に美術にいろいろものに足を一歩踏み込んでいただいて、まあ、この建築でも一緒なんですけどね。やっぱりねすごいわ。いや本当に素晴らしかったですよ。建築自体が素晴らしいのもそうなんですけど、世界の中心にこれだけの規模の建築を日本人が設計したっていうことがどれだけとてつもないことかっていうのを想像しましたね。安藤さんぐらいじゃないですかね、こんな。だから同じ日本人としては誇らしかったし、まさにこうエンタメの世界で今みんな日本のこう作品を世界に届けたいってみんなこう頑張ってるわけですけど、もうその大先輩というか自らの力でこう道を切り開いていったその安藤さんのこう人生をこう感じましたね。やっぱり人生でね一回ずつかけないから、井上ってボクシングの選手いるじゃないですか。あれはもう瞬間芸術やね。ものすごいなあれ。それ見てるだけですごいと、この井上尚弥ってどなたねと思う時に我々の心の中に響くわけですね。こういうふうにいかないと、小さい隅の日本から世界に発信してもらうといいなと思いますね。一人で立ついうのは大変なんですよ。まあもう緊張するもん。緊張するねえ、うまくいかなかったら終わりやからね。で俳優いうのは全部一回ずつなんですよ。それはもう一人で歩くいうのは大変なんですよ。ただ一人で歩かなあかん。我々は一人で歩くというよりか、これを作る人に大工もいるし左官屋もいるし監督もいるしでしょ。だからある面では楽な部分もあると。自分一人で立ってるわけないから。だから、そういう面では武さんの仕事は大変。だけどまあその代わり面白いか分からんで、見張っとんねんもギリギリのところで生きてるからね。我々は味方を探す仕事、武さんは味方がないから自分で戦う仕事、これ全然違うんだけどね。安藤さんの話聞いて思ったのは、当然環境を変えない方が楽だし、ストレスはないんですけど、まさに独立するって疲れるし緊張するし、リスク伴うし、ただやっぱこう、安藤さんのように我々がこう作った作品を世界に持っていきたいと、自分がこう成し遂げたいことがあって、その成し遂げたいことをするにはそれこそ一人で余裕で立ってるぐらいじゃないとちょっとしょうがないなっていう、逆にその余計なものはいらない、もっと自分でこうダッシュできて
身軽になれてこう、力強く前に進んでいける環境で大変かもしれないけどに身を置かないとちょっと無理かなと思っての独立ですかね。やっぱりね、独立は大変。我々も一回だけそうしたいと思ってるけどもうあかんわもうあかん。だけどできたらそうしたいと思ってる。で俳優さんも監督もそうやけども映画作る人も見えないところを頑張らないとな。で我々は見えないところが分かる人間になりたいと思ってますけどね。まあ常にやっぱ俳優業は作品を作るっていうのはチーム作業なので、一人ではできないんですけど、そうですね、安藤さんの言うように各々が各々孤独に戦ってるっていう側面もあると思うんですけど、まあ、僕はとにかく同じビジョンを持ってる仲間と一緒に仕事をしたくて、その仲間を探して見つけて口説いて一緒にやろうぜってことでこう集まったチームで今仕事できてるんで楽しいし幸せですけどね、成し遂げたいことが大きければ大きいほど一人じゃ難しいじゃないですか、やっぱり仲間が必要で、ずっと昔から知ってる友人も含めて最高な人たちばっかりなので、やっぱそういう人たちと一緒にできるだけこう高みを目指していけたらなと思ってますけど、動こうという覚悟の表れでもあるし、大きいところに守られているっていうこうよりもそれこそ自分をこう崖っぷちに置いて、もう失敗したらそれこそ倒れるぞっていうような覚悟で、やっぱりやってる方が強いかなっていう、なんかそういう場合に身を置きたいなっていうのもありましたね。純粋に忙しかったり、あとはそれこそチームプレーの良さもあれば難しさもあって、おのおのこう進みたい方向が違ったり、おのおのこう持ってる正義が違ったり、何を美しいと思うかが違ったりした時に、まあぶつかったりはあるじゃないですか。でやっぱ一番大事なのはそこでいかに自分を信じれるか。もちろん自分を疑うことも大事だし、客観的に物事を見る能力が必要なのは前提なんだけど、やっぱさらにその先にどこまで自分を信じれるかっていうことが本当大事なんだなっていうふうには今思ってますけど。武井さんが言われるようにやっぱり信じると覚悟やな、やっぱり信じないとできないから。でやっぱり自分に覚悟なかったらオーラが出ない。オーラが出なかったらついてこない人が、ついてこないといけないんですから。今日本人っていうのは江戸末期からずっと世界一の文化国家やったんですよ。でやっぱりもうちょっとそこを大事じゃないかと。映画も俳優さんも皆一緒ですよ。文化ですから、その文化を認めるものはやっぱり個人個人のものを信じる力と覚悟なんですね。ここがね、難しいな日本の場合。もう何とかしてやっていけるに違うかとか、そうはいかないんですよ。大体見てたら。その時に我々がどう生きるかということが大事なんで、まあ頑張って一歩前進すると危険が伴うんですよ。一歩前進すると危険が伴うけども、一歩前進せないと勝利がないという、まあ人生があると。それでなしにこうゆっくりだらだらやってる方もいいという人もいると。どっちやねんと。発揮せんかいとこうなると思うんで、これはもう高部さん一人で立ってるわけやから。ね、一人で立ついうのは大変な胸ても起きても考えないかんやん。その上に自分を信じやしゃないなと思ってます。まず目指すべきものを設定する。じゃあその目指すべきものを成し遂げるためには何が必要なのかを考える。で考えて答えが出たらあとはもうそれに向けて突き進むのみで、今は突き進んでる最中って感じですね。やっぱ緊張感を持続するのは大変なんですから。本当それは分かります、毎日でしょ。
だからそれを持続した人だけがすごい世界をもらってるんでしょうね。あるでしょうけども、まあそれはそれなりに自分で探してきたことやから、自分なりに乗り越えていきたいと思ってるだけですので、もちろん失敗もあるでしょうけども。そういう意味で言うと無理して目標を見つけようとしたことはないのかもしれないですね。まあ僕の場合は、作品があったらとりあえずその作品を成功させたい、その作品をこう全力でいいものにしたいっていうすごく近いところの目標があるじゃないですか。だからそれの連続で基本的に20代の特に前半中盤ぐらいは生きてたんですけど、本当こう20代後半ぐらいになって初めてもうちょっと大きい目標というか、一つ一つ作品に向き合っていくの連続でこのまま終わるよりも、もっとなんか根本から底上げしたいなというか、ずっと言ってます安藤さんのように日本のエンターテインメントをもっと世界で見られるような環境を作りたいなみたいな目標が自然と生まれましたね。目標を見つけようってあんまこう考えたこと僕の場合はなくて、で多分分かんないけどそれをやるために一生懸命動いてたら、気づいたら次の目標がなんかあるんじゃないですか多分きっと。別にプロデューサーしたいわけじゃなくて、日本のエンタメを世界に持っていくために必要なこととして今企画プロデュースをやっているっていうような感覚ですね。純粋にやっぱり結果が全てなので、結果が出てないっていうことは面白さが足りないんじゃないですか。分かりやすさとか面白さがまず足りなくて、で日本人のいいところとしてすごいこうわびさびとか細かい心理描写とかいろいろいいところたくさんあるんだけど、やっぱりまずそれを分かってもらうためにも土台作りが必要だと思ってて、じゃあ例えばフィギュアスケートっていうものが一気に広がったのってやっぱり一人のスターが生まれたら一気に広がったりするじゃないですか。羽生くんとか、何でもそうだと思うんですよね。韓国ドラマもまずはこう一人のスターが生まれて、日本だったらペヨンジュンさんとかそういう方が出てきてわーっと広まって、なんだこれはって見てみたら、実はこんなに繊細なスポーツだったんだ、こんなにこう韓国ドラマって考えられて作ってるんだっていうこう知っていくわけじゃないですか。まず日本はそういう存在が必要だと思うし、だから分かりやすいエンターテインメントが必要だと思うんですよね。ただただ自分たちが好きなものを作っているようじゃダメだと思ってて、もうそれこそもうちょっとこうあざとく戦略的にものを作って世界に発信していかないといけないかなとは思ってます。我々は地球の中の一人やから、せめて地球の中の一人として多くの人に感動を与えたいと。24の時にシベリア鉄道に乗ってモスクワ行ってフィンランド行ってヨーロッパ回ってアフリカ行きました。アフリカ一周、これはちょっと怖かったな。でインド洋を渡ってインドへ行って10ヶ月の旅をした時に地球は一つやと思ったわ。だから少しぐらいは地球で生きたいと思います。国境がないぐらいかなり身近に感じれる時代じゃないですか今は、そういった意味で僕たちはこう地球は一つだなっていう感覚をこうインターネットとかを通して感じることができる多分世代で、そういうものがない時代に安藤さんがこう自らの足でそこにたどり着いてるのがやっぱりスペシャルだし、じゃあ自分はどうやったら他の人と異なれるんだろう、スペシャルになれるんだろうっていうことを今考えてましたけど、自分自身で生きなしゃあないからな。もう武さんは一人やから、マネージャーいっぱいいてもやっぱり一人は一人ですから、その時に一歩踏み込むのが非常に難しいねやと思うね。大変なんではないかと。自然体でないとね長続きしないわ。自然体の人だけ生き延びる。